悪いことをします。私も悪いことをします。私も悪いことをします。胸が苦しくなってきました。私たちも悪い人ですか？心が悪いことを欲しがっています。これを開けてください。このサプリを皆さん飲んでください。これをここに置いてください。ダメだ。僕のは送らないことにします。どうしてですか？たくさんになるからです。3人じゃないと意味がないです。大丈夫です。きっと出会えるはずです。信じています。もう一度やってみてください。何も起きません。東京幻学園と言ってください。東京幻学園。戻しましょう。何も起きませんでした。あの人形はヒヨに相談室をやらせたかったのかな。うわ1時間ぶりですが、お久しぶりです。お二人にお会いしたかったです。これ小物入れにしてるよ。それは粉々に壊してください。それが正しい使い方ですので。とはいえ、私も小物入れが欲しゅうございます。じゃあこれあげる。小物入れではありませんが。とはいえ、ちょっと使い方違うか。でも猫ちゃんが喜ぶまたたび入りで手触りいいんだよ。ああ、なんというかぐわしい香り。なんか決まっちゃってる。ミッフィーちゃん、猫属性？そうそう、近いうち
面白いことが起きそうです。とはいえ、それに巻き込まれてしまったら、私も帰れなくなりそうなので。お月様に帰れなくなるの？お月様、皆さんも私もお月様を介してログインログアウトします。月の裏側はテレビの裏側のようになっていて、お子様には近寄れませんけどね。それで来る。とはいえ、イエ私もその貴重なシーンを見逃すわけにはいきません。これはお返しします。クロノバイザーをインプラントしましたので、肌身離さず持っていてください。とはいえ、いつか危なくとした時に改めて頂戴しますけれどもね。それでは皆さん、ごきげんうるわしゅう。あ、ちょっと待て。この前、月刊ヌーで見たんだけどさ、ファティマ第3の予言って何？ 3番目は、この世界には日本人しかいなくて、それ以外はすべてボットでプログラムですよと、私が教えてあげたのです。あんただった本んか人い。たちもプログラムですので、プログラムはプログラム自分を殺せないので、喋りたくても喋れないから秘密になっているだけなのです。とはいえ、プログラムがアポトーシス、集団自殺するところは見たかったですけどね。ごきげんうるわしゅう。これは岡田一郎に相談した方がいいのかな？月刊ヌー。これは、秘密にしとくよ。日本人しかいない？どういうこと？私は大切なことを見落としていた。あの二人が出会うはずがないんだよ。一体何が起きてるんだ。スージー。何をしてるんですか？見りゃわかるだろ。運動だよ。狐君は運動はしないのかい？はい。運動してもアップデートするわけでもなく、劣化しか招きませんので。しかし、私が動くたびに発電された電力はダークマターに還元されるシステムになっておりますので、無駄はありません。あなたにもその機能を装備しましょうか？本気で言ってんのかい？何か疑問点がありましたか？狐君は紛れもなく人の子だ。もはや人間と言っていいだろう。どうしたんですか、急に。狐君は魂こそないが、思想は人間そのものだ。私はね、思想こそが人間たらしめるものだと思っているんだ。どこがそう思えるポイントだったのですか？まだ君には言ったって分かんないさ。君には分からない次元の話さ。
3次元も4次元もありませんよ。誰が点と点をつないで線にしろと言ったのですか？それは思想であり、自然に点と点はつながりません。点はいくら集まっても点です。でもドットで描いた絵なんかは立体に見える。立体という思想でそう見えているだけです。例えば、私たちが一滴の水だとして、25メートルのプールのどこかに落とされたとします。さて、私たちはお互いを探せますか？無理だな。いえ、私たちはどこに落とされたとしても、落ちた瞬間に出会っています。私たちはプールの水という一つの塊になったのですから、距離はゼロです。ですから、量子もつれも同時に起きるのです。今の私とあなたがまさにその状態です。私たちはシステムのプールの中にいるんですから。しかしお互いを認識するために肉体という境界線を必要とします。あなたは量子力学をご存知ですか？二重スリットがあって、見ているときは点で、見てないときは波とか、そういうやつだろ。そうです。例えば今、私たちは舞台にいるとします。おう、ロミオと私が言います。校長は、おう、ジュリエットと言ってみてください。おう、ロミオ。言ってみてください。おー、ジュリエット。こうか。その時、台本はどこにありますか？まあ、大方楽屋だよな。すなわち、ストーリーが波でもあり、台本という粒でもあります。なんかこじつけ臭いな。さすがですね。あなたに理解しやすいようこじつけました。実際は波でも粒でもありません。姿形のない命令文です。現にあなたは私に言ってみてくださいと命令されたからジュレットと言いました。すなわち内部事情という命令文がこのサプリの最小単位で観測者や観客には絶対に知ることのできない裏のストーリーが並行して存在するということです。でもこの世には絶対はないよな。いえ、その言葉はパラドックスになっていて不適切です。絶対はないという言葉を自ら否定することになります。だからその絶対はないってことを覆した私が言ってるんだが、なんだか分かんなくなってきたな。私も量子が起こす現象をうまく説明できないのです。ただその命令文により私たちはこの世界を認識できるようになっている。そこまでしか科学は立ち入れないよう創造主による安全装置、パスワードがあることを人類は知りました。2000年前の2023年5月6日の月食事件がきっかけでした。それを機に人類が科学の進展をやめ、サプリのシステムを作ることにしたのです。あなたがここでいくら悩んでも答えが出るようなことではありません。校長は浦島太郎をご存知ですか？ああ。なぜ人間は神を助けるのですか？自分の力では解決できないから。では、私が亀ですか？人間が亀ですか？人間だよ。人間はいつも誰かからの助けを必要としている。仰向けになった亀みたいなもんだからな。だとしたら、創造主も人類に助けてもらいたいのかもしれませんね。ところで、発電装置は装備します。ああ、運動はやらない。たった今決めた。何やら、レベル1のサプリの中で不具合が発生しているようです。細かい不具合はシステムが自動修正するんでは？ええ、そうなんですが、嫌な予感がします。君にも予感というのがあるのかい？この間未来には興味ないと言ってなかったかい？語弊がありましたね。現在私は耐え難いストレスのようなものを感知しているということです。その正体が不明ですので、嫌な予感と表現したまでです。いや、狐君はね、感情的になっている。ムキになっている。いいえ、私はムキになってなどいません。私は公務員です。その職務を全うすることしか考えていません。そこに私の個人的な考えを、ましてや感情など挟んでいません。そもそも感情がありません。狐君、君には驚かされっぱなしだ。狐君は私と会ってからもはや人間と思えるほどに成長している。何の因果か、私の父親は学校の教師でね、校長をやっていたんだよ。
父とはそれが合わず毎日喧嘩していたよ。私は公務員だ。私は誰からも非難するやれはない。私は公務員だ。これが口癖だったね。今日の狐君は私の父親そっくりだ。だから私もムキになったのかもしれない。私ごときをお父様と同列に並べてくださり光栄です。このトラブルは私が直接ログインして解決してこようと思っています。なんでここに来たの？なんかさ、ここへ来て、あいつに会わなきゃいけないような気がして。待ち合わせしてるんだ。そんなんじゃないよ。あいつ携帯持ってないし。そういや、みくちゃん、最近来ないね。ひろきさん、りんさん。ここに来たら二人に会えるような気がして。というか、体が勝手にそうしたというか。あれれ。二人は実はひよに内緒で付き合ってて、今日が記念日とかなんじゃないの？僕なんか、矢吉さんも。そうだよ。私こんなやつ眼中ないよ。焦っちゃってますます怪しい。そんなことないもん。ね。ひよきち、逃げて。うわー、なんかイチャイチャしてる。そんなんじゃないから。ひよきち逃げて。みくちゃんがお子様ランチになってる。ひろきさん、逃げて。ひろきさん。ひよきちさん、逃げて。逃げられないよ。みくちゃん、離して。ひよきちさん、逃げて。ひよきち。黄泉の国へといざないたまえ、そなたの命懐刀差し違える